こんにちは、みなみです。今は朝の7時7分です。ちょっとまだ眠いんですけど、休みの朝でもロードバイクに乗りたくってうずうずしてきたので、今日もロングライドに行ってきます。頑張るぞというわけで、千葉街道を進んで千葉くんのお腹に向かって走っていきます。この前、東京湾一周で189キロ走って長い距離を走るのってすっごい達成感があったんですけど、やっぱり私平坦ばっかりじゃなくて坂も登りたいなって思ったので、今日は130キロ 1400 メートルアップを目指したいと思います。ちなみに今回のルートはガーミンのサイトで作ったんですけど、こんな感じです。千葉の房総半島はあまり高い山がなくて、鹿野山でも標高379メートルしかないおせんべいみたいな地形です。今日は気温が2度、指先が超冷たい。止まるたびに息でアイウェアが曇っちゃう。途中の川に白鳥さんがいっぱいいました。こんなにたくさんいるなんて、もしかしてこの川温泉だったりするのかな。白鳥さんも応援してくれているので、今日はカモナビにはしません。千葉街道は側道の幅も広くて走りやすいので、すごく気持ちよく走れます。山に登る前のいいウォーミングアップになりました。カラスくん、そんなところにいたら危ないよ。美味しいものでもあるのかな。なんか光なんかドキドキしたけど大丈夫でした。千葉は幹線道路の真ん中でも動物がゆっくりできる平和なところです。またねー。千葉駅を抜けると急に畑や田んぼが広がってきて、田舎っぽい雰囲気になってきました。地元の愛媛に帰ってきたみたいでテンション上がる。早速最初の坂に差し掛かります。初めての坂作りライド、なんか緊張する。今まではライドの途中にある小さな坂を登っていくだけだったんですけど、今回は坂にあえて向かっていくスタイルだったのでちょっと不安でした。これぐらいの短い坂でも最初はかなり息が上がっちゃってたんですけど、今自分が持っている限界ギリギリを攻めていく感じが逆に燃えてきました。なんだか癖になる。ウヒウヒ。坂をいくつか登ったので1回目の補給タイム。ライド中はカスタードクリームを食べるとめっちゃ元気出る。ふと見ると隣に小さな神社がありました。今日は1月2日だから初詣しとこっかな。だけどフリートで登るにはきつすぎる階段。神様ごめんなさい。他のところでちゃんと初詣してきます。補給も取れて先も長いので頑張っていきます。朝はすごい寒かったんですけど、気温も上がってきて平坦でもペースよく走ることができました。お、トンネル。ここを抜けるとそこは雪国ではなかったんですけど、面白そうなスポットを見つけました。それがこちら、笠森観音です。笠森観音には日本でただ一つの四方掛け作りとして国指定重要文化財の笠森寺観音堂というものがあるらしくって、巨大な岩の上に建てられているのでものすごく眺めがいいらしいです。ぜひ行ってみたかったんですけど、初詣期間中だったので参道の途中までしか行けませんでした。屋台もいっぱいあってまた補給したくなってくる。唐揚げ美味しそう。お寺を出てしばらくはシャドウ5から 10% ぐらいの短めの坂が何度も続きます。私今最高のセンサーがスピードとケーデンスしかついてないんですけど、坂を登っていって心拍センサーもつけてみたいなって思いました。ちなみに赤ちゃんが泣いた時の心拍数ってヒルクライブしてる時と同じぐらいあるんですよ。だからお父さんの人は早めに泣き止ませてあげてください。登り切った後にはかなりのご褒美が。でもここで痛恨のミス。
当は右に行かないといけないところを左に曲がっちゃいました。しかもしばらく気づかないで降りてしまう。なんかおかしいなって思ってマップを確認したら、やっぱりさっきのところ右でした。結構急な坂だけどウィンディングで坂道発進できるかな。1回目は失敗して危うくズブシャーってなるかと思ったんですけど、2回目は無事ハマりました。よかった。正しい道に戻ってまだまだ進みます。しばらく走って給水ポイントに到着。不動の滝、ここは周りに民家がない下り坂の途中に急にあって、なんかご利益あるんじゃないかなって思って調べてみたんですけど、近くに名水百選にも選ばれた湯屋の清水っていう有名な湧き水があるらしいので、この辺りは水が豊かな地域みたいです。チララのチューベットと美味しいお水の補給ができそうなんですけど、生水は怖いので先に進みます。そろそろお腹空いてきたなって思ったら、こんなものがありました。アリランラーメン。可愛すぎるネーミング。私のグルメセンサーがこれは食べるしかないって言ってるので、お昼ご飯決めに決めたと思ってウキウキで言ってたら、なんと本日休業でした。お腹が減りすぎてこんなぐるぐる美味しそうに見える。軽く持ってた補給食を食べて先に進もうと思います。折り返し地点に近い場所でとても面白いスポットを見つけました。それがこちら、大竹ハーブガーデンです。サイクルラックもあるよ。ここたまたま見つけたところなんですけど、本当に素敵なところでした。中に入るとこんな感じで農園の中も自由に散策できるようになっていて、ハーブの香りで癒される。しかも今日はなんとお正月のイベントなのか、たくさんの出店が出ていて、見てるだけでワクワクしました。リンゴも美味しそう。もう何を食べるか悩んじゃうぐらいたくさんお店が出てました。屋台もいいんですけど、今日は農園のレストランでお昼にしたいと思います。どれがいいかな。農園で採れた葉っぱを使ってハーブティーも飲めるみたいです。花着丼。お肉の中でチキンが一番食べ応えあって好き。このプレートはパラパラのターメリックライスにホロホロなチキンが乗ってました。チキンにかかっているカレーは少し甘めのテイストで、全体的にさっぱり軽く食べられる感じでした。デザートは大好きなさつまいも。売っているお芋はシルクスイートです。ワンちゃんにもどうぞ。この断面美、興奮する。うわー、幸せすぎる。ハーブの力で HP も全回復したので先に進みます。農園を出てしばらくは緩やかな田舎道で楽しく走ることができました。でもここからが上りの本番。一気に 200m ぐらい登る坂が連続するので気合い入れていってきます。今回坂を登ってみて、ヒルクライムは私の性格に合ってるなって思いました。私以前独学でプログラミングを勉強してて、休みの日に12時間ぐらい打ち込んでたんですけど、その時は自分との戦いって感じで、坂を登る感覚と似ていて面白かったです。そんなこんなで頂上到着。標高 270m でちょっと草木で見えにくいんですけど、遠くまで見通せて登りのちょっとしたご褒美みたいで嬉しかったです。下りは基本的に気持ちよく降りれたんですけど、見通しが悪かったり急すぎるポイントが少し怖かったです。上りは頑張って足をつかなかったんですけど、逆に下りは手も疲れるし、ブレーキをうまく握れない怖さもあって、途中で止まってしまったことが何回かありました。ちょっと下ったかと思ったらまた上り。途中道に迷っちゃったんですけど、そしたらすごく綺麗な景色を見ることができました。川も綺麗で、自分の力だけでこんな綺麗な景色を見に来れるなんて
ロードバイクってほんとすごいですよね。この川の流れに乗っていけば東京湾に出て早く帰れるんですけど、船はないので頑張って走って帰ります。あと、皆さんチマニアンって知ってますか？チマニアンっていうのはジュラ紀、白亜紀みたいな地質年代の一つなんですけど、なんと去年その一つに千葉の名前がつきました。それがチマニアン。今日は直接チマニアンの地層を見ることができなかったんですけど、走ってる最中に太古のロマンを感じることができる場所がたくさんありました。太古のロマンもいいけど、なんかバームクーヘン食べたくなってきた。ガラガラガラ。さて、今日のライドの一番の見どころ、それを目指して走ります。それはこちらのお手洗いです。このトイレは世界的な建築家の藤本壮介さんが作った世界一大きなトイレっていうのがキャッチコピーらしいです。観点も一応あるんですけど、閉めずに大自然を感じながら湯を立つのがおすすめです。私もぜひ大自然を感じたかったんですけど、さっきのコンビニで行ったばかりなので見るだけにしときます。残念。外に出たらなんと小湊鉄道が来てました。ちっちゃくて可愛い。さて、いろんな見どころも楽しんだのでおかわりヒルクライムに行ってきます。私ダンシングものすごく下手くそでいつも練習してるんですけど、今日たくさん坂を登って足が疲れるダンシングと足が疲れないダンシングの違いがちょっと分かったような気がしました。やっぱりずっと座ってばっかりなのも疲れちゃうので、ダンシングがうまくできるように坂を登ってるもっと上手い人のダンシングの動画を見て真似ていきたいと思います。最後の補給、新発売のチーズケーキを買ってみました。でも外で食べるのには向いてなかった。酸味のあるチーズケーキにベリーソースがかかっていてとっても美味しかったです。また帰る頃にはもう夜になっちゃってました。今日は坂をたくさん登れてすっごく充実した一日になりました。今までは平坦なところばかり走っていたのでちょっと不安だったんですよ。もしかしたらしんどすぎて坂を嫌いになっちゃうかもっていうのも心配してたんですけど、息も上がってもうしんどいやめたいっていう感じのラインを行き来する感じが楽しくって、やっぱり私坂の好きだなって思いました。あまり高い山がない千葉県でも坂をつなげば獲得標高を稼ぐことができるのが分かったので、これからもロードバイクの楽しみ方を私なりに探していきたいと思います。次はどこ走ろうかな。今日はそんな感じで動画を終わりたいと思います。今日も最後までご視聴ありがとうございました。この動画がいいなって思ったらグッドボタンとチャンネル登録お願いします。じゃあまたね。